今回はヒノキ製のペンシルベイトを作ります。過去動画でもペンシルベイトを作りましたが、この顎部分の形状のせいかいまいちな感じでした。そして2回目がこれです。バルサ製貫通ワイヤー方式はそのままに顎部分を中心にボディ形状を変更しています。対策は成功でしたが、チヌに噛まれるとへこんでしまいます。今回はチヌ対策として材料、構造、下地などを変更しています。今回の図面はこんな感じです。図面にスケールを当てて等倍で印刷できているか確認します。いいようなら赤丸の図面、この部分は両面使うので使いやすいように裏面に補助線を引きます。 iPad を用意し、新規のメモを作成するとこんな感じに白く光るので、これをバックライトにし、図面の裏面に図面の補助線を転記します。動画ではほぼ見えませんが、実際にはバックライトに照らされてよく見えるので、それに沿ってスケールを当て、シャープペンシルで補助線を書き込みます。補助線の記入ができたら、ハサミで各図面を切り離します。いきなり図面のアウトラインを切っていくのは難しいので、まず大まかに切り分けていきます。切り分けられたら、それぞれをアウトラインで切りやすい程度の大きさに切断します。適当な厚紙を準備します。ある程度の大きさに切り取った側面系の図面を糊付けします。図面の裏面にたっぷりと糊を塗布します。厚紙の裏面に図面の裏面を合わせるように置き、しっかりと押さえ貼り合わせます。側面系アウトラインで切断しやすい程度の大きさに厚紙をカットします。側面系アウトラインに沿ってハサミで切り抜きます。切り抜き終われば側面系テンプレート完成です。他2点のテンプレートには厚紙を貼りません。アウトラインに沿ってハサミで切り抜くだけなので、切り抜き終われば完成です。使用するヒノキ材は幅 30mm、厚さ 12mm、比重 0.51 です。側面系テンプレートを使って側面系アウトラインをボールペンで記入します。記入できるとこんな感じです。4個分切り出すことにしました。このままでは糸の小判で切断しにくいので、適当な位置に目安線を入れ、目安線に合わせて丸ノコで切断します。適度な大きさに切断できたので、糸の小判で側面系アウトラインの外側を切断していきます。鋭角に曲がっている部分は無理に曲げずに2回に分けて切断します。この部分の動画は3倍速です。実際はゆっくりと切断しています。切断が終わるとこんな感じです。かなりバリがあるのでバリ取りしていきます。切り出し小刀でボールペンの線がない側全周に小さな C 面をつけていくような感じでバリを切り取ります。バリ取りが終わったので成形します。ボールペンの線の外側の余剰部分を削り落とします。木目と削る方向が合っていないと削りにくくなります。基本的には胴体中央から端に向かって削れば大丈夫です。この程度まで削れたらスコヤで側面と今切削してきた面の直角を確認しながら高い部分を少しずつ削って修正していきます。外周全体の修正がだいたい終わるとこんな感じです。180番のサンドペーパーで切削面をサンディングします。側面に記入したボールペンの線がなくなるまで削り取り、側面系を完成させます。ここでも時折スコヤで直角を確認しながらサンディングしていきます。サンディングが終わるとこんな感じです。中心線を記入します。シャープペンシルの下に買い物を入れ、芯の高さを素材の幅の中心に来るように調整します。芯の高さが調整できたら中心線を記入していきます。ヒノキ材は油分が多く、
シャープペンシルではうまく書き込めない場合が多いのですが、今回はなぜかうまく書き込めました。記入が終わるとこんな感じです。側面系テンプレートから穴開け位置を転記します。転記する位置はラインアイとフックアイの取り付け位置、シンカーの埋め込み位置、ラインアイとフックアイの延長線の7箇所です。側面系テンプレートを素材に合わせ、ラインアイとフックアイの位置を転記します。同様にラインアイとフックアイの延長線の位置を背面側に転記します。覆面側に転記されたマーキングを基準にしてスコヤを使い、シャープペンシルで線を引き、中心線と交点ができるようにします。背面側に転記されたラインアイ、フックアイの延長線の位置とラインアイ、フックアイの位置をスケールを使い、シャープペンシルで結びます。再び側面系テンプレートを重ね、シンカー埋め込み位置を転記し、スコヤとシャープペンシルで中心線との交点を作ります。転記と作図が終わるとこんな感じです。中心線とラインアイ位置、フックアイ位置、シンカー埋め込み位置の交点に四つ目切りで小穴を開けます。この小穴が各取り付け穴のポンチになります。開け終わるとこんな感じです。2mm の金紅葉ドリルを当ててみます。シンカー取り付け穴とフロントフックアイ取り付け穴は問題なく開けられそうですが、ラインアイの取り付け穴は無理そうです。リアフックアイの取り付け穴はそのままでは完全に無理です。このままでは穴開けできないので、2mm のダイヤモンドビットで四つ目切りの穴を加工します。四つ目切りの穴を拡大します。2mm ドリルの先端が入るように小穴の周囲を削り取ります。良さそうです。ラインアイ側も同様にドリルの先端が入るように拡大します。加工が終わるとこんな感じです。ボール板で穴開けします。ドリルは 2mm です。ラインアイ取り付け穴の深さは 20mm です。バイスへの固定は各アイの延長線が垂直になるように固定します。リアフックアイ取り付け穴の深さは 15mm、フロントフックアイ取り付け穴の深さは 13mm です。アイ取り付け穴が開くとこんな感じです。シンカー埋め込み用の穴を開けます。ドリルは木工ドリルの 5mm、刃先全体が当たったところから 4mm の深さまで穴開けします。穴開けが終わるとこんな感じです。今回埋め込むシンカーはガンダマの1号です。図面には 0.4g と記載していますが目安です。切れ込みが開いているのでラジオペンチで挟んで閉じておきます。シンカーの切れ込みを閉じたらボディに仮組みして確認します。問題なく組み立てられるので仮組みを解きます。30分硬化型のエポキシ接着剤でシンカーを接着します。A 剤と B 剤を同じ量取り出し、よくかき混ぜ混合します。エポキシ接着剤の混合ができたら、ボディのシンカー取り付け穴内部にエポキシ接着剤を充填します。できるだけエアーを噛まないようにシンカー取り付け穴の深さ7割ほどまでエポキシ接着剤を充填していきます。エポキシ接着剤を入れ終わるとこんな感じです。残り3個のボディにも同様にエポキシ接着剤を充填します。エポキシ接着剤を充填し終わったシンカー取り付け穴にシンカーを落とします。竹串などでシンカーを押したり回転させたりしてシンカー取り付け穴の中にシンカーを沈めます。こんな感じにエポキシ接着剤が盛り上がりますが、拭き
取りません。残りのボディも同様にシンカーを接着していきます。すべてのボディにシンカーを接着できました。このまま24時間静置し、完全硬化させます。エポキシ接着剤が硬化したら、シンカー取り付け穴の周辺よりも盛り上がっている部分を切り出し小刀で削り落とします。この時いきなり根元から切り込まずに少しずつ削り、こんな感じに少しだけ残します。そして残した部分を180番のサンドペーパーで削り落とします。180番のサンドペーパーでのサンディングが終わるとこんな感じです。これでシンカーの埋め込み終了です。スケールを買い物にシャープペンシルを置き、芯の高さを調整。消えかけている中心線を引き直します。こんな感じに左右の側面を下に線を引き、どちらを下にした時も同じ高さに線が引けるように調整し、中心線を入れ直します。愛の取り付け穴で引っかかって芯が折れてしまうと再調整が必要になるので気をつけて記入します。中心線を引き直すと愛の取り付け穴のズレが見えるようになりますが、気にしないようにします。中心線が入るとこんな感じです。中心線に合わせて平面形テンプレートをルアーの背面側に取り付けます。テンプレートの中心線とボディの中心線が合っていて、かつ前後端が合っている状態を作り、待ち針で固定します。手で押さえてずれないようなら待ち針での固定は不要です。シャープペンシルで平面形アウトラインをボディに転記します。ヒノキ材の場合、油分でうまく転記できない場合も多々あるので、うまく転記できないときはボールペンで転記します。平面形アウトラインの転記が終わったら待ち針を抜き、テンプレートを外します。こんな感じです。転記された平面形アウトラインに沿って切り出し小刀で切削します。基本的にはボディの中央から端に向かって切り込めば木目に逆らわずに切削できると思います。木目に逆らって切削すると割れや怪我につながるので気をつけてください。切り出し小刀での切削が終わったら180番のサンドペーパーでサンディングして仕上げます。側面形の時と同様に転記したアウトラインがなくなるまで削り取ります。平面形の切り出し終了です。シンカーの埋め込み位置より少し前方には切削の影響をほとんど受けていない平面があります。この部分にスコヤを当ててフロントフックアイ取り付け穴の目安線の下端と終端をマーキングします。分かりやすくするために側面にもマーキングします。ラインアイ取り付け穴位置とリアフックアイ取り付け穴位置をマーキングします。フロントフックアイの目安線と同様にシンカーの埋め込み位置より少し前方にある切削の影響があまりない平面を基準にします。マーキングを結ぶ直線を記入します。記入対象はボディの両側面です。記入できるとこんな感じです。記入した直線を基準に一番小さいテンプレートを配置します。テンプレートは待ち針で固定します。こんな感じです。テンプレートの外周をシャープペンシルでボディに転記します。転記できたらテンプレートを外し反対側に取り付けます。今回の場合は左側から右側です。右側も左側と同様にテンプレートの外周を転記します。テンプレートを外すとこんな感じです。このテンプレートを使った目安線の内側はこの後の切り出し小刀での切削を行わない部分です。テンプレートを使った目安線から中心線までを R 状に切り出し小刀で切削していきます。
腹側の半分が切削できるとこんな感じです。続けて他の部分を切削していきます。断面径を切削成形する場合も今までと同様に中央から端に向かって切り込むと無難に切削できると思います。全体の4分の3が切削できるとこんな感じです。残りの4分の1を切削していきます。切り出し小刀での切削が終わるとこんな感じです。4個すべての荒取りが終わったので180番のサンドペーパーでサンディングし基本形状を成形していきます。基本的には切り出し小刀で切削した部分とその周辺をサンディングし切り出し小刀での切削でできたエッジを落としていきます。この部分が尖り気味になるのは正常です。320番のサンドペーパーで全体をサンディングします。全体なので切り出し小刀で切削しなかった部分も含みます。テール先端以外は全て R で滑らかに仕上げていきます。320番でのサンディングが終わったら断面径の成形終了です。線形 1mm のステンレス軟線をねじりツイストワイヤー式のヒートンを作ります。ステンレス軟線を 90mm ぐらいに切断しある程度まっすぐに伸ばしておきます。必要数は12本です。切断したワイヤーを真ん中あたりで曲げます。そのままだと曲がりが浅いのでもう少し深く曲げます。ワンステップルーパーで I の形状を作ります。するとこんな感じになるので I をペンチで加え開いている部分を閉じていきます。I の逆側切断部分をドリルドライバーのチャックに加えます。I 部分をペンチで固定しスイッチを入れます。チャックを緩めドリルドライバーから外します。今回のヒートンの取り付けはねじ込みなしの接着ですがねじ込みで作る場合もあるのでドリルドライバーの回転方向は左回転が無難です。これを12回繰り返して12本のヒートンを作ります。側面経点プレートを取り出しヒートンを重ねます。矢印の端で切断すると必要な長さに切断できます。この手順でラインI4 本を作ります。4本できるとこんな感じです。リアフックアイも同様にテンプレートを使って切断し4本作ります。最後にフロントフックアイを4本作りヒートンの製作完了です。リアフックアイのヒートンを接着します。エポキシ接着剤を混合します。 A 剤と B 剤を同じ量絞り出しよく攪拌します。混合後の接着剤をステンレスバネ線で取り出し取り付け穴内部とヒートンのスクリュー部分に塗布します。取り付け穴にヒートンを入れ回転させてなじませます。はみ出した接着剤を拭き取り取り付け角度を合わせてから押し込みます。フロントフックアイのヒートンを接着します。接着剤を取り付け穴内部とヒートンのスクリュー部分に塗布し取り付け穴にヒートンを入れ回転させてなじませます。はみ出した接着剤を拭き取り取り付け角度を合わせてから押し込みます。ラインアイのヒートンを接着します。フックアイのヒートンと同様の手順で接着します。取り付け穴の深さとヒートンの長さは対になっています。組み合わせを間違えないように注意して接着します。ヒートンの取り付け終了です。下地処理をします。今回はルアーの高度を上げるためにセルロースセメントを使います。まず現状のルアー重量を測ります。 5.2g です。 5.2g です。 5.2g です。 5.25g ぐらいです。多少の誤差はありそうですがだいたい 5.2g と分かったのでディッピングしていきます。
セルロースセメントは FOK 藤倉応用加工株式会社の HY110D セルロースセメントで若干希釈していますが、準備してから10年以上経過しているので、どの程度希釈しているかは覚えていません。変形 S 字フックにラインアイをかけてディッピングしていきます。一般的に言われるゆっくりと浸しゆっくりと引き上げるとは程遠いスピードで作業しています。あまり良くないようなので、セルロースセメントをよく使っている他の方の動画などを参考にしてください。フックからルアーが離脱してしまいました。フックの口が開きすぎていたのでしょうか。とりあえずなんとか引っ掛けて引き上げます。1回目のディッピングが終わったので1時間30分程度自然乾燥します。2回目はルアーの上下を入れ替え、リアフックアイに変形 S 字フックをかけディッピングします。4個すべて上下を入れ替えてディッピングします。2回目が終わったら再び上下を入れ替えてディッピングします。アイに塗料がたまるので時々アートナイフで取り除きます。こうして10回ディッピングします。10回目のディッピングが終わったら2日間乾燥させます。2日間の乾燥が終わったのでアイに付着している余分な塗膜を除去します。アートナイフでアイの内側を中心にセルロースセメントを取り除いていきます。金属に刃を当てて切り取り取り除くので地味な割には危険です。滑って手を切ったりしないように十分に注意して取り除きます。重量を測ります。最も重いものが 6g、 最も軽いものが 5.9g でした。ディッピング前が 5.2g だったので10回のディッピングで 0.7 から 0.8g 増加しています。つまり1回で 0.075g 増加します。10回のディッピングで重ねられた塗膜には引けやうねり、歪みがあります。これらを400番のサンドペーパーで水研ぎして落とします。ボディ全体をサンディングし、引けやうねり、歪みを完全に除去します。サンディングが終わるとこんな感じです。サンディングが終わったらもう2回ディッピングします。サンディングでの重量減は測りでは測定できなかったので 0.04g 程度と推測できます。上下を入れ替えて1回ずつディッピングすると 0.15g 程度の重量増加が見込めるので、下地処理終了時で6から 6.1g 程度の重量にできそうです。2回のディッピングが終わったら2日間乾燥します。2日間の乾燥が終わったので重量を測定し確認します。 6g です。6.05g ぐらいでしょうか。これも 6.05g ぐらい。 6g です。予定通り6から 6.1g に収まりました。今回ディッピング終了時で 6g 程度を狙い値としましたが、なぜ 6g なのでしょう。その部分を解説します。まずディッピング前の重量が 5.2g でした。金属部品の重量が 1.2g、 シンカーとヒートンのことです。エポキシ接着剤を無視してはいますが、これらからヒノキ材の重量は 4g と分かります。水の密度 1g パー立方センチメートルに今回使ったヒノキ材の比重 0.51 をかけるとヒノキ材の密度が 0.51g パー立方センチメートルと計算できます。ルアーのヒノキ材重量を密度で割ることでヒノキ材の体積、つまりルアーの体積が計算できます。同様にフックとスプリットリングの重量と鉄の密度からフックとスプリットリングの体積を計算します。ルアーの体積とフック、スプリットリングの体積を合わせるとルアー全体の体積になります。
ルアー全体の体積に水の密度をかけると暫定的な全尾重量が計算できます。この暫定全尾重量ではルアーは浮きも沈みもしないので、浮力分として 0.2g、 塗装誤差分として 0.1g を引き、目標全尾重量を設定します。目標全尾重量からフックとスプリットリングの重量 1.3g とリッピング終了時から塗装完成までに増加するであろう塗装重量 0.4g を引くと、リッピング終了時の目標重量がわかります。かなり雑な計算ですが、そこそこ当てになるので、この数値を目標重量にリッピングしました。アイホールを加工します。油性マジックでアイホール加工部分にマーキングします。下地がセルロースセメントの場合、油性マジックの溶剤で浸食されて若干溶け出すので、あまり筆圧をかけずに手早く書き込みます。左右でだいたい同じ位置になるようによく見比べて進めていきます。マーキングできるとこんな感じです。球径 4mm のダイヤモンドビットをリューターにセットし切削していきます。このダイヤモンドビットでは荒取りをします。深さで 0.5mm ぐらい、直径はマーキングよりも少し小さいぐらいまで左右交互にアイホールの位置を微調整しながら拡大していきます。荒取りが終わるとこんな感じです。ダイヤモンドビットを円柱形の 3mm に変更します。アイホールの底面を平面に加工しながらマーキング1杯まで拡大していきます。ここでも荒取りの時と同様に左右交互にアイホールの位置を微調整しながら切削していきます。ダイヤモンドビットを円柱形の 4mm に変更します。アイホールのアウトラインを深淵に近づけるように加工しながら 4.3mm 程度まで拡大します。ここでも今までと同様に左右交互にアイホールの位置を微調整しながら切削していきます。アイホールの切削が終わるとこんな感じです。低粘度の瞬間接着剤をアイホールに流します。事前にダストは取り除いておきます。アイホールに流した瞬間接着剤が硬化したら、アイホールの切削でできたバリをアートナイフで切り取ります。アイホール外側から刃を入れて切り取りますが、ボディと完全につらい位置にするのではなく、少し残っている状態にすることで取りすぎを予防できます。こんな感じに切り取れたら400番のサンドペーパーでサンディングし、バリを完全に削り取ります。強く押さえつけてサンディングするとアイホールの縁がだれてしまうので、力を入れずにサンディングします。アイホールの加工が終わるとこんな感じです。この後塗装しますが、塗装には二液ウレタン塗料を使います。セルロースセメントとは樹脂分が違うので、食いつきを良くするために足付けのサンディングをします。足付けに使うサンドペーパーは800番で、方法は水研ぎです。足付けが終わるとこんな感じです。ボディ全体に足付けの傷が入るようにしています。足付けのサンディングで発生したダストを筆を使って除去し、ダストの除去ができたら中性洗剤で水洗いして乾燥させます。水洗いが終わるとこんな感じです。重量を確認します。測ってみるとやっぱりあまり変わっていません。 0.05g ぐらい軽くなった気がします。5.95 から 6g ぐらいのようです。特に問題ないのでこのまま進めることにしました。塗料を混合します。まずマドラーやスポイトを洗浄するラッカーシンナーを紙コップに小分けにしておきます。紙コップ2杯に分けておくと洗浄がスムーズにできると思います。塗料の希釈用のウレタンシンナーも紙コップに小分けします。何が入っているか分かるようにしておくと間違いを防止できると思います。
揮発調整でシンナーをブレンドする場合はこの段階でブレンドします。今回はブレンドなしで速乾型です。オートクリアーを混合します。塗料の缶から紙コップに必要な量を取り出します。量を把握するためにはかりの上に紙コップを乗せてスプーンを使って移していきます。塗料の使用量が少ない場合はこの方法で問題ないと思いますが、使用量が多い場合は直接注いだ方がいいと思います。今回はいつもよりシビアに測っていますが、少々ずさんでも問題ないと思います。不安な場合はきっちり測っておきましょう。主材が 20g 取り出せたので硬化剤を加えます。スポイトを使って硬化剤を加えていきます。2g 加えるのではかりの表示で 22g まで加えていきます。硬化剤が劣化してくると粘度が上がって扱いにくくなってきます。硬化不良を起こす前に買い替えてください。硬化剤を加え終えたのでウレタンシンナーで希釈します。今回は 28g 加えて全体で 50g にすることにしました。ハイパークリアーを混合します。オートクリアーと同様に塗料の缶から紙コップに必要な量を取り出します。トップコートにしか使わないので必要量は極少量です。しかもハイパークリアーは主材と硬化剤の混合比が3対1なので主材の量はかなり少なくなります。今回は主材 6g にしました。主材が 6g 取り出せたので硬化剤を加えます。トップコートの硬化剤は専用なのでパナロックとは違います。スポイトは事前に小分けしたラッカーシンナーで洗浄してから使います。硬化剤を 2g 加えられたのではかりの数値は 8g です。ウレタンシンナーで希釈します。再度ラッカーシンナーで洗浄したスポイトで 8g 添加し全体重量は 16g です。ホワイトを混合します。クリアーと違いホワイトには顔料が入っています。ホワイトの顔料は重いようで明瞭に沈殿しているのでよく攪拌します。攪拌したマドラーでそのまま塗料をすくい紙コップに移していきます。5g の予定だったのですが少し多くなってしまったので余剰分を戻します。5g 取り分けられたので硬化剤を加えます。硬化剤はパナロック用の硬化剤 HF ハードナーでオートクリアーなどと共通です。スポイトを使い 0.5g 加えます。ウレタンシンナーで希釈します。添加量は 5.5g なので全体重量が 11g になるまで添加します。ちょっとオーバーしました。Z ブラックを混合します。缶を開けよく攪拌してからマドラーですくって紙コップに取り分けます。主材重量は 1g です。パナロックは主材と硬化剤の混合比が10対1なので主材が 1g だと硬化剤は 0.1g になります。 0.1g だとはかりの精度的に結構いい加減になってしまいますが今までトラブルを起こしたことはありません。ウレタンシンナーで全体重量 2.4g まで希釈します。ディープブルーを混合します。 Z ブラックと同様に主材 1g をマドラーを使って取り分けます。 Z ブラックと同様に硬化剤は 0.1g です。こちらもはかりの精度的に結構いい加減になってしまいますが気にしないようにします。ウレタンシンナーで全体重量 2.4g まで希釈します。蛍光イエローを混合します。先ほど混合したオートクリアーを 10g 紙コップに取り分けます。取り分けたオートクリアーに蛍光パウダーのイエローを 2g 添加します。マドラーで蛍光パウダーをすくって全体重量 12g になるまで添加していきます。添加できたらよく攪拌します。蛍光オレンジを混合します。オートクリアーを 4.5g
紙コップに取り分けます。取り分けたオートクリアに蛍光パウダーオレンジを 1g 添加します。添加できたらよく攪拌します。パールクリアを混合します。オートクリアを 10g 紙コップに取り分けます。取り分けたオートクリアにパールパウダーのホワイトを 1.5g 添加します。添加できたらよく攪拌します。ディープブルーを希釈します。混合後のオートクリアを 4.5g 先ほど混合したディープブルーに加えます。混合した塗料をストレーナーでろ過します。新しく用意した紙コップにストレーナーをセットし、混合後のオートクリアを注ぎます。ろ過が終わったら紙コップに識別を入れます。ストレーナーは再利用できません。こんな感じに先に識別を入れても間違えなければ問題ありません。これはハイパークリアのろ過に使います。ホワイトをろ過します。ろ過は異物除去に効果的です。パールクリアをろ過します。ディープブルーをろ過します。蛍光イエローをろ過します。蛍光オレンジをろ過します。Z ブラックをろ過します。塗料の混合終了です。オートクリアを塗装します。対象は4個すべてのルアーです。厚く塗装する必要はありません。薄い塗膜ができるまで吹き付けます。ホワイトを塗装します。対象は4個すべてのルアーです。基本的には白くなるまで塗装しますが、若干下地が見えていても問題ありません。最終的にウエットコートで艶ありに仕上げます。パールクリアを塗装します。対象は4個中2個のルアーです。全体にパールがつくまで塗装します。ウエットコートで仕上げますが艶は出ません。再びオートクリアを塗装します。対象はパールクリアを吹き付けた2個です。パール塗装の上にしっかりと塗膜ができ、艶が出るまで重ねていきます。蛍光イエローを塗装します。まずはホワイトを吹き付けたままの2個です。背面以外の全てを塗装していきます。エアーツは塗装開始から今まで 0.3 メガパスカルで固定しています。パールを吹き付けた2個のルアーに蛍光イエローを塗装します。先ほどの2個とは逆で背面を塗装していきます。エアーツは 0.1 メガパスカルに下げています。パールを吹き付けた2個のルアーに蛍光オレンジを塗装します。顎部分から腹部中央までを塗装していきます。エアーツは 0.1 メガパスカルのままです。オートクリアを塗装します。対象は4個すべてのルアーです。蛍光塗料もパール同様に艶が出ません。蛍光色の上にしっかりと塗膜ができ、艶が出るまで重ねていきます。エアーツは 0.3 メガパスカルです。ディープブルーを塗装します。対象はパールを塗装していない2個のルアーです。ルアーの背面を塗装していきます。エアーツは 0.1 メガパスカルに下げています。Z ブラックを塗装します。対象はパールを塗装していない2個のルアーです。ルアーの覆面を塗装していきます。エアーツは 0.1 メガパスカルです。オートクリアを塗装します。対象は4個すべてのルアーです。このオートクリアの後はトップコートだけなので、しっかりとした塗膜ができるまで重ねていきます。具体的には残ったオートクリアをすべて吹き付けます。エアーツは 0.3 メガパスカルです。ハイパークリアでトップコートします。対象は4個すべてのルアーです。トップコート専用クリアはハイパークリアに限らず肌伸びが良く平滑に仕上げられますが、垂れやすくもあります。気をつけて垂れない限界まで吹き付けます。エアーツは 0.3 メガパスカルです。食器乾燥機に入れて強制乾燥を6時間かけます。6時間経過したので取り出します。
これからラインアイとフックアイの余分な塗膜を除去していきますが、その前に重量を測ってみます。 6.3g、 計画よりも少し軽いようです。これも 6.3g です。 6.4g です。最後の一つも 6.3g です。若干軽いようですが問題なさそうなので、ラインアイとフロントフックアイ、リアフックアイの余分な塗膜をアートナイフで除去します。除去が終わるとこんな感じです。 3D アイを取り付けます。今回使う 3D アイはバス D 製 4mm の 3D アイシール、シルバーとゴールドです。こんな感じにアートナイフで剥離紙から取り出し、ルアーのアイホール底面に貼り付けます。竹串の裏側で 3D アイシールを押さえ密着させます。反対側の 3D アイシールも同様に貼り付けます。貼り付け終わるとこんな感じです。主材 0.3g、 硬化剤 0.1g、 歯間型シンナー 0.4g で混合したハイパークリアを滴下して 3D アイシールの剥がれ止めをします。滴下直後、余剰分はティッシュペーパーで吸い取ります。ルアー本体が出来上がったので完成重量を測ります。 6.3g です。 6.4g です。 6.4g です。 6.4g です。 0.05g ぐらい重くなった感じです。フックを取り付けます。フックはオーナー張りカルティバ STX45ZN スティンガートリプルエクストラの6番で、スプリットリングは3番です。 6.3g のチャートバックパールホワイトと 6.4g のブルーバックチャートに取り付けました。フックがついたので全尾重量を測ります。 7.6g、 目標全尾重量からマイナス 0.1g でした。 7.7g です。こちらは目標全尾重量、ぴったりに仕上がりました。淡水に浮かせるとこんな感じです。港湾の海水ではこんなです。このペンシルは一応シーバス用です。死ぬ対策をしたので確認したかったのですが釣れませんでした。今回の動画はここまでです。面白かった、参考になったなどありましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。